以前紹介したような一癖ある製品ではないので、そのまま使うことができますよ。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。巷では MacBook Neo が注目を浴びていますね。iPhone の高騰でついてしまった高価なイメージを払拭するためか、10万円を切る価格での投入です。私は Apple ユーザーではないので、ちょっとこちらの評価は難しいですが、SoC が A18 とのことで iPhone16 と同じ CPU。メモリが 8GB なので動画編集や重たいアプリは厳しいのかもしれません。ちょっと今までの Apple ユーザーとは違う、ライト層がターゲットなのですかね。ライト層ということでしたら、こういうのはいかがでしょうか。ルーギー Android タブレット、Poccam P11 です。これ、私が最近見かけた中では一番のコスパお化けです。ご安心ください。以前紹介したような一癖ある製品ではないので、そのまま使うことができますよ。では、何がお化けなのか、早速開封していきましょう。今回はアリエクスプレスで購入です。おそらく日本国内からの発送だったのでしょうね。注文から届くまで数日でした。しかも箱、すごく綺麗ですね。異国情緒は皆無です。美的マークもちゃんとありますよ。ルーギーはアリエクスプレスの日本向け公式ストア開業を記念し、期間限定価格 19,535 円でこれを販売していました。ではオープン。まずは液晶保護のガラスシート。これだけで1000円以上するのではないでしょうか。そしてこれが本体です。一旦避けておきます。続いてキーボードが出てきました。タブレットと相性の良い、薄くて軽量な Bluetooth タイプですね。打鍵感は、可もなく不可もなく、普通に使えるレベルですね。それからアクセサリーはまだまだあります。SIM ピンにマニュアル。これは何でしょう？なんかのステッカーですね。ワランティーカード、クリーニングキット。そしてタッチペンに光学無線マウスまでついてます。さらに 3.5mm ジャックの有線、マイク付きイヤホンも。そしてタイプ A to C のケーブルに充電器です。充電器は出力 5V、2A、10W ですね。すごすぎます。トッピング全部入りです。では本体見ていきましょう。はい、もちろん専用ケースも初めからついています。これ、アクセサリー類だけで1万円くらいするんじゃないかという錯覚に陥ります。では付属のガラスシートを貼っていきましょう。もうこういうのは勢いです。多少気泡が入ってもいいやの気持ちで一気に貼ります。綺麗に貼れたのではないでしょうか。さて、先ほどはあまりに付属品の量が多かったのでさらっと素通りしましたが、ちょっと詳しく見てみましょう。キーボードは物理ボタンで充電式のようですね。側面にタイプ C ポートがあります。キーボードは一緒に収納できないみたいですね。それからユーザーマニュアルはちゃんと日本語に対応しています。ケースを外して本体を見てみましょう。背面カメラ部は突起があるタイプですね。スピーカーは横にした時に左右に配置されています。縦に持った時の右側面に音量のアップ、ダウンボタン。上部には電源ボタン。そして下部にタイプ C ポート、3.5mm イヤホン出力とマイクロ SD スロットがあります。では電源を入れ、セットアップしていきましょう。言語を選択してスマートフォンで2次元コードを読み込めば Wi-Fi 情報など簡単にコピーできます。はい、5分くらいで完了しました。非常に簡単です。
目立ったブロートウェアは見当たらないですね。では YouTube を再生してみましょう。カフ型イヤホンです。イヤーカフ型、やはり流行っているんでしょうか。スピーカーがちょっと沈んで聞こえる気がします。気になる場合はイヤホンやドングル DAC で回避可能ですね。マウスやキーボードもペアリングさえしてしまえば全く問題なく使うことができます。これはもはや Chromebook 感覚ですね。タッチペンを使う場面がちょっと浮かばないですが、ちゃんと使えます。では気になるスペックをガジバジくんお願いします。おお、格安タブレットを買ったのか。どれどれスペックを見てみよう。まず OS の Android バージョンは現在最新の16だ。ディスプレイは11インチの IPS 液晶。残念ながら解像度は HD の 1280×800 なんだけど、リフレッシュレートは 90Hz でワイドバイン L1 対応だ。FHD よりも快適に動作してバッテリーにも優しいから悪いことばかりではないかな。SoC は8コアのユニソック T7250。アンツツ総合30万点弱くらいで片足をミドルクラスに突っ込んだようなエントリー向け SoC だ。原神のような重たい 3D ゲームは厳しいけど、ヘリオ G99 に近いベンチマークスコアを出しているので軽めのゲームはそこそこ動くんじゃないかな。動画視聴や電子書籍を読むには十分な性能だ。物理ラムは LPDDR4X が 8GB 搭載。メモリ拡張機能で最大 48GB とあるけど、正直物理で 8GB あれば拡張機能はオフでいいんじゃないかな。そうなんですね。メモリは多ければ多い方がいいと思ってました。物理メモリなら確かにそうなんだけど、メモリ拡張機能はストレージの一部の領域を仮想のメモリ領域として使う機能を。処理速度は遅いし、ストレージの寿命が縮むし、あまりメリットはないんだ。外箱にも大きく 48GB と書かれていたけど、この表記は誤解を招くからあまり良くないな。そうですね。知らない人が見たらすごいたくさんのメモリだと誤解してしまいますね。内部ストレージは 128GB で、マイクロ SD は最大 2TB まで対応しているぞ。Wi-Fi モデルなので SIM によるキャリア通信には対応していない。内カメラがついているので顔認証はできるが、指紋認証は非搭載だ。スピーカーはデュアルで、縦なら上下、横なら左右の位置に配置されているんだ。安心してくれ。ダイソーのラジカセ風スピーカーみたいにスピーカーが2つあるのにモノラルではなく、ちゃんとステレオ再生されるぞ。スペックはこんな感じかな。何か質問はあるか？このタブレットはスペック的にゲームには向かないですよね。どんな人におすすめですか？そうだな、重たいゲームには向かないけど、普段使いには十分なスペックがあるから、 PC のサブ機としてちょっとした外出時の作業や電子書籍、映画鑑賞などにはとても便利に使えると思うぞ。小学校の子供さんがいる家庭ならキッズタブレットにもいいかも。アクセサリー全部入りだからパソコンっぽく使えておすすめだな。じゃ、またな。確かにお子さんが入力の練習をするにはちょうどいいセットかもしれません。期間限定価格は在庫がなくなり次第終了とのことですが、通常参考価格の23,900円でもお得感があるので、もし検討されている方は購入してみてはいかがでしょうか。近いスペックのタブレットを見ても、この価格で届いた瞬間から全てが揃うのはドゥーギーポッカム P11 だけです。価格と実用性のバランスが非常に優れたタブレット。重いゲームをしない方や、これからタブレットデビューを考えている方、お子様用の学習端末を探している方には間違いなくおすすめできる1台です。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次のガジェットでお会いしましょう。